最後に15すべきかな。なので多分この真ん中のところだね。まあもうわかんないです。ちょっと試し引きして。シュールだなこの音。じゃあ最後、はい、いかしていただきます。ダイソー。さすがにダイソーに負けるような結果だとちょっといろいろやばいよね。でも割とこの引き心地悪くない？あ、本当ですか。なんかミシミシ言ってるけどね。多分潰してる感じ？これセラミック刃みたいな感じだよね。セラミック刃ですね、それ。ねえ。まあすごいっちゃすごいよね。なんせ500円ですから。500円だもんね。信じらんなくない？ただ引きやすいって言ったけど、ここ持つところがなんかすごい引きづらそうだなっていうのは今見てて思いました。時間かかるし。そうだね、時間はかかるかも。めっちゃ疲れてますね。まあこれもやっぱ不覚さの一つって、ね。そうだね。うん。だってもう何回回したか分かんないんだけど、他のグラインダーならもう終わってるよね。この刃のサイズだね。中の。そのサイズが小さいんだろうな。まあそりゃそうだよな、500円だもんな。なんかこう引く時の重さみたいな、なんかありますか？ちょっと重い。やっぱりいいグラインダーってさ、中にベアリングみたいなの入ってるじゃん。あれがないから、あ、これがやりやすいかも。そんなことねえか。何やってもつらい。一生引き終わらない。よし。まだまだあるな。15g でめっちゃ時間がありますね。なるほど。そういう差か。まあだからやっぱりこの手間をお金にしてるよね。まあそうですね。いいグラインダーっつって。あと今後一生これでコーヒーを入れてくってなると、今後一生いいコーヒーが飲めない可能性が高いじゃん。確かに。それでいいのかっていう話になってくるよね。なんか1週間に1回とかならいいかもしれないですけど、本当にたまに入れるだけとか。にしてもたまに入れるのがこんだけ引く時間が長いとちょっとやる気なくなるかもしれない。俺もうちょっと今ぐったりしてるもん。クソ暑いのに。今動画でちょっとカットになってるかもしれないですけど、本当にめちゃくちゃもう3、4倍時間かかってますよね。いや、体感もっとかかってるから。よし、多分終わった。でもこれいいんだよね。これはなんかおしゃれ。そうなんだよ。これすごい。これ何かに使えそう。はい。15g いきますか。で、ちなみに俺今気づいたことがあるんだけど、こっちの色とこっちの色全然違う。微粉と粗く引いた色ですか？全く違くない？微粉の色と。そう。微粉の色明るくてさ、こっち結構茶色い。茶色いですよね。これについてちょっと後で説明しておこうかな。まだまだ続きますね、これは。じゃあまずは、最後ダイソーいきます。もう疲れてます。はい。めっちゃ多い。多いですね。すげえ多い気するな、これ。
まずは大きい粉からいきます。おお、9.3g。一番多い？多いね。ゼブランが8だったから、そうですね。それより 1g も多いですね。なんか真ん中も少なく見えるよね。確かにそうですよね。じゃあ微粉はどのぐらいか。はい。いきます。3、2、1、ダーン。少な。あれちょっと待ってくださいね、これ。めっちゃ少な。なんかおいおいおい。めっちゃ微粉少ないじゃん。こんなことある？いやもう今言葉を失いましたけどまさかの結末ですよこれ。これさ、ちゃんと機械入れてやりたいね。買いましょう。買おう。まあでも、まあ測るよ。とりあえず測りましょう。まあ粗いところの微粉は粗いやつらは多かったね。もうこれ明らかに微粉ないもんね。コマンダントは変わらないくらいじゃないですか。なんならコマンダントより少ないんじゃないっていう。あ、少ないよ全然。これだけだもん。これはでも考察しがいがあるな。確かに本当のガチなちょっとねケース越しみたいですね。すごい結果になった。いやまさかの結末。そうですか。ちょっと衝撃。割と言葉を失う結果だったね。めっちゃ多いんじゃねえかなって期待してたのにね。意外と流動分布やっぱ悪いじゃんみたいな。はい。はい。というわけでいかがだったでしょうか。もはや結末がこの予想が裏切られる。なんかさ、難しい結果になったね。そうですね。これ今手前側から、ダイソー、コマンダンテ、ゼブラン、タイムモアですね。なので微粉だけで言うとですよ、一番多かったのはゼブラン。はい。で次いでタイムモア、はい、0.1g でコマンダンテダイソーは測れないレベルだった、はい、でも俺らのパッと見ダイソーが一番少なかったよね。少ないですねこれ。なるほどね。ただこの大きい粒の方はまた順番が違っていて、ね、一番多かったのはダイソー、次いでゼブラン、はい、でコマンダンテのタイムモアっていう順番でした。はい、なので、やっぱりこれが200以下、これが1200以上なんですけど、はい、狙った引き目っていうのがここに来るわけですよね。はい、これが差分がここに全部入ってくると 15g の。はい、なので狙ってる引き目、200から1200が一番多く入ってくるのはタイムモアだったっていう結果ですね。ただ微粉の数も多いから、はい、その分布がどっち寄りなのかっていうのはちょっと分かんない。どっちかというとこういう山なりの今分布があるって思ってくれればいいんですけど、はい、微粉から大きい方にで、その時にもしかするとちょっとこっち寄りの山なり、はい、でコマンダンテはちょっとこっち寄りの山なりなのかもしれない。なるほど。っていう考察ができそう。でゼブランとかは多分こっちも多くてこっちもそれなりに多いからなだらかなのかもしれないね。なるほど。分布が。はい、でダイソーはもう極端に微粉が少ないけどこっちが多いから、もしかするとこういう分布になってるかもしれない。この辺がピークの。なので引き目もちょっとずれてるのかもしれないね。なるほ
ダイソー今4番目の引き目でやったんだけど5段階中、はい3とかでやってたら全然結果が違ったのかも。あだから3とかでやってここの分布が一番多く来るように引いてればもしかしたらダイソーはもっと微粉も多く出てこっちはもっと少なくなってー、はいっていう結果になるかもしれないですね。なるほどね。面白いね。やってみないとわからないっていう、ねところですね。ただダイソーはじゃあ500円の価値があんのかって言われたら、はいあるね。そうですね。これ500円だったら、まあ、めっちゃ引くの大変そうですけど大変だっ。た。まあたまにしか入れないんだったらいいんじゃない？そうですね。でもマジで大変だよ本当に。もうテツさん疲れてましたもんね。俺もうやりたくなかったもん。嫌だって思ったけどまあまあこれとかさこうやって邪魔にならない。ああ、そこもなんか考えられてますね。そう持っていきやすいですし。普通はさこの分が邪魔だなってなるのがはい。でもそれがない。ただまあその分ここもちっちゃいからはい。握りづらいっああ。ていうのは、まあ、すごくマイナスポイントだったかもしれないけどね。はい。でもこれ500円でしょ？これ5万円でしょ？十分ですよ。これ100個買えるからね。まあいらないけどっていう価格差かな。はい。やっぱりタイムモアは優秀だったよね。そうですね。まあ、コスパで考えても、コマンダンテよりもちょっと安い。 5分の1ぐらい。 5分の1。だからまあそれでこんだけの、まあ、分布を出せるんだったら良さそそうですう。ね。あとゼブランもまあ別に悪くなかったよね。はい。なのでその辺はもうやっぱり予算に合わせるのが一番いいのかな。そうですね。やっぱりその冒頭でちょろっと言ったんだけど粉の形っていうのも実はまあ味に影響してきたりするし、はいまた流動分布っていうのももう少しちゃんとこれはねもう簡易的にしかやってないんでやっぱ俺の中でまだコマンダンテかな今のところ。でも他にもあんだよいっぱい、まあ、今いいグラインダー増えてますからね。そういうグラインダーも。なのでそういったところも今後は紹介していこうかなと思ってます。はい。なので今日はこんなところですか？はい。まあ、長い動画になってそうな気がしまねすけども。まあカットしてください。はい。というわけで皆さんグラインダーの選ぶ基準としてまあこういう動画役に立ったっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では今日はそんなところでお疲れ様です。なんかさなんか動画の中で特に言わなかったけど、はい。この色味が全然違うの分かります？この色味が、はい。ちょっとこれ微粉てか茶粉が多すぎるから比較が難しいからこれの方がいいかな。これとこれ色全然違くない？なんか、こっちの方が明るいよね。そうですよね。でこっちの方がちょっと茶色くて、はい。でこれって何かっていうと、はい。この粒の大きいやつって割と表面側だったりするんですよ。でこの微粉は割と中の豆の中はい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 。なのでこのね味の出方が全然違うんだよね多分。なるほど。だからさ焙煎する時とかってさ内外差をなくすとか言ったりするんだ。はい。これ表面と中とでこれまあ多分見れないけどこの真ん中ら辺が明るいんですよ。結構むずいかもしれないけどちょっとねカメラどこまで映るかなんともないですけど、なので微粉っていうのは割とそのなんて言えばいいんだろうな火が入ってないとか言えるのかな。まあ多分ねこの場所が違うっていうのは言えてると思う。そのどこから来てるものか表面からではないはいやっぱ中側はいなんだよなって思う。なんかそういうのも改めて今なんとなく思ったね。はいでそれが何に役立つかっていうとまだ分かんなくて、はいなんか重要なのはこういう一つ一つの事象から多くの情報をなんか手に入れること、はい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 。それがなんかいつかその発見につながるんですよ。あ入れ方だったりとか
あ、もしかしてあれってここに繋がってんのかなみたいな。はい。だからなんか俺っていつもなんかこういう観察して、なんかこれってどういうことだろうみたいなことをね、ひたすら考えてるんですよ。はい。暇なんですよ。しゃあ、お疲れ様でした。